どうもおりです。今回はハズヤというものの紹介と包丁の側面の状態について深掘りした動画となっております。よくある質問で、包丁の切り刃をどこまで仕上げるべきか、どう仕上げればいいか、ムラが消せない、エクボが嫌だ、見た目をきれいにしたい、ヒラを磨きたい、刃文を出したい、ダマスカス模様を出したいなど、そういうお悩みよくあります。そういったことが今回の動画を見れば解決されて、自分に必要かどうか取捨選択してください。それではまずハズヤについて、これは日本刀に用いられる工程の一つなんですけど、天然砥石の破片、特に使用されるのが内曇りと言われるものですね。その破片とこれ裏についてるの吉野紙なんですけど、漆とかカシュでくっつけたものです。これを使って動画のようにひたすらこするということをします。これやってて面白いのは積層のもの、ダマスカスと言われるものですね。あと本焼きの刃文とかは特に面白くて、もうこれ結果見せますけど、ハズヤでひたすらこするとこんな感じになります。時間でいうとこのペティの片面の平だけで1時間ぐらいですね。もっとやったらね、もっと綺麗になると思うんですけど、とりあえずこんな感じです。なんでこんな感じになるかっていうと、その鋼材の高度差とか、ダマスカスだったら素材の差によって見た目が変わります。これは人造砥石にはない天然ならではの魅力ですね。あと鍛え肌が見えるとかとも言われて、鉄の本来の肌といいますか、出ないものもあるんですけど、ものによっては天然砥石で磨くことで見えなかったものが見えてきたりもします。これね、やってる間めっちゃ楽しいんですよ。どんどん浮き出てくるので見てる人によっては平も角砥石に当てればいいんじゃないのって思う方いるかもですが、やってみると分かりますが当たらないです。土台作りに時間をかければいけないことはないかもですが、現実的ではないですっていう意味で、点でこするもの、例えば耐水ペーパーとか錆取り消しゴムとかこのハズヤとかいうのは平磨きには特に適してます。もちろん切り刃にやってもいいです。ということで、よくある質問内容に戻るんですけど、どこまで仕上げるべきか、何を使えばいいか、これは人によって価値観によって答えが変わります。当たり前っちゃ当たり前なんですけど、ちょっとそれを今回特に伝えたくて、本当に仕上げ砥石まで当てなきゃいけないのっていう質問がかなり多いので、もうそうではないですよってことを今回特に伝えたくて動画にしました。ではまずすごく言いたいことが、研ぎの優先順位の話をさせてください。研ぎにおいて最も大事なのは刃先ですよね。刃先の小刃の状態、つまり切れるかどうかに関わる部分なので最も大事と言えます。この刃先だけの研ぎ、要は会員シャープナーがまさにそうですよね。あれは刃先しか研がないです。で、人によってはこれだけでいいという人もいます。というか世の中のほとんどが実際そうですよね。もうシャープナーだけ、シャープナーで満足してます。で、次、刃先に近い部分の厚み、つまり切り刃の研ぎでどこまで薄めるか、これも人によって、目的によって厚い方がいいか薄い方がいいかは変わります。シンプルな考え方として、薄い方がスッと切れる、抜け感がいいと表現するんですけど、食材が割れにくくなります。で、分厚い方が強度がありかけにくいです。シャープナーしか使ってないとどんどん分厚くなる一方で抜け感が良くなることはないです。そこで選択肢が出てきて、とりあえず切断できればいいやって人と、気持ちよく切りたいなって人で角砥石を必要とするか、包丁屋さんに研ぎ直し出すかで分かれますよね。で、とりあえずこの刃先と刃先に近い部分の厚み、この2点が食材を切る上で包丁としてものすごい大事な要素です。もうとにかくこれ何が言いたいかっていうと、ここを見失う方が結構いて、見た目云々よりまずここです。小刃と肉厚をクリアした上で、じゃあ自分はどう磨くかどう研ぐかということを選択してください。はい。では説明したように、この先の話はだいぶ個人差があるので、こんなものを作ってみました。包丁の側面の状態、どういう仕上げをすればいいかの話をします。あくまでも側面のその状態ですからね、小刃ではないです。まず見た目を気にするか、この動画見てる人は見た目気にするで皆さんイエスに行くと思うんですけど、一応ノーにした場合ちょっとねデメリットがいくつかあるので、それを説明します。もう見た目気にしない場合は、側面が別に荒かろうがムラがあっても別にいいじゃないですか。ただ例えば荒砥石のまま200番とか400番の傷跡のままだとかなり錆びやすくなります。鋼はもちろんですけど、ステンレスと言われてるものでも傷が深いと錆びやすくなります。っていう意味で、せめて1000番は当てた方が耐食性は一気に変わります。で、あと切り比べたらわかるんですけど、やっぱり食材って刃先だけではなくて包丁の側面も擦れるじゃないですか。触れるので、その触れた時にやっぱ強く擦れたり抵抗感とかやっぱ味にも影響してきます。はい。では次、右側、見た目を気にする場合、いくつか項目があるんですけど、まず手っ取り早く綺麗
麗にしたい、ムラの感じが消えればいいという人、おすすめのアイテムがサビトールの中目、クレンザー、耐水ペーパー、砥石の泥とか、とりあえず角砥石ではなく擦るアイテムです。以前ね動画にもしましたけど、包丁を買った時の状態って見た目綺麗なんですけど、いざ砥石に当ててみるとそのエクボと言われてるものとかムラだったりとかがあるので、そこでその見た目がよろしくない状態になるんですね。そこで気にしない人は別にやる必要ないんですけど、綺麗にしたいとかカモフラージュしたい、でもそんな時間をかけたくないっていう方は特にサビトール中目はおすすめです。僕が調理師学校の時にこのサビ取り消しゴムというのは先生方使ってる方が多くて、本当にこれはもう素晴らしいです。短時間でそれなりに綺麗になります。包丁研ぎにそもそも時間をかけたくないって人の方が圧倒的に多いと思うので、なんだかんだこういうのを求めてる方、ここの需要が一番あるんじゃないかなってやっぱ思いますね。では次、下の方なんですけど、正直こっから下は僕からしたら変態の領域です。普通の人は求めてないことをしようとするっていう意味で変態の領域だと僕は思います。ではいきます。角砥石だけで綺麗にしたい人、正直ねすごい難しいです。やってみると分かりますが、やっぱ難しいって感じる人は多いと思います。でもそこを角砥石だけで綺麗にするっていうのはやっぱ楽しさがありますよね。それはすごい分かります。僕もそうなので、だからこれを極めたいって人、僕の視聴者は結構ここが多いと思うんですけど、やっぱ相当面白いので、ぜひねやったことない人はぜひチャレンジしてみると面白いと思います。はい、では続けます。砥石だけで綺麗にしたい場合、どうしても整地の徹底が必要です。これはね過去の動画を見ればすぐ分かりますが、大事なのが傷跡が見えやすい砥石を使うということです。例えばダイヤモンド砥石とか、あと刃の黒幕とかロックスターとか超セラとか、そういったマグネシア系の砥石、こういうのを使わないと傷跡が見えないんですよね。だから次行っていいかどうかの判断もできないので、この砥石選びというのはすごい大事です。あとこの時に特に料理人さんに伝えたいことは、初めから完璧にしようとするのは現実的ではないです。気が遠くなりますね。凹凸の状態によりますけど、本当に気が遠くなります。なので刃先と厚みだけ調整したらもうそれで料理できるじゃないですか。で切り刃の状態は、徐々に長い目で見て、もう半年後1年後に、自分の目的の状態にできればいいやぐらいの感覚でやった方が楽しく研ぎを続けられると思います。すごいムラが気になりすぎて夜も眠れない人はやるべきだと思うんですけど、はい、そこはお任せします。でその後通常料理の場合、これはもう旋盤です。旋盤で十分だし、整地がちゃんとされてたら旋盤で相当綺麗です。ここ結構僕伝えたい部分で、仕上げ砥石というものがあるから、切り刃も仕上げ砥石で当てるべきですかってすごい質問くるんですけど、まずは旋盤だけで終わらしていいんじゃないでしょうかと思います。もう旋盤でもうほとんどの方は満足するはずです。でもね満足しない人もいるんですよ。そこに見た目こだわりたいとか、その切り心地をさらに良くしたいっていう場合はやっぱ仕上げ砥石を当てるとそこは変わってくるので、そういった人は仕上げ砥石を当ててください。でこの仕上げ砥石はもう2000番当てるだけでだいぶ変わります。2000番当てるとか、もう4000番当てる、6000番当てる、8000番当てるとか、そういうのは人それぞれ価値観によって変わってきますね。よく8000番まで当てた方がいいですかってきますけど、本当に人によって変わるので必要ない人もいるし、その見た目が好きなんだったらもちろん必要だし、はいという感じですね。で次、模様を出したい人、これは天然砥石を使うとか、天然砥石の泥で磨くとか、天然砥石入りの人造砥石使うとか、細かいこと言うと他にもね方法はありますが、やっぱり人造砥石だとその地金と刃金の境目とかもあまりくっきりしなかったり、ダマスカスも全部が同じ見た目になっちゃうとかっていうこともあるので、やっぱりそこの模様の感じを出したいって方は天然使うと綺麗になります。中にはね人造でもなるものもありますが、そのあたりはね、この砥石を特に知りたい方はぜひ研ぎフォトを参考にしてください。で次、刃文を出したいって場合、今やってるこの映像とかもですけど、こういう霞んだ感じであればこのハズヤがいいですし、新品時の鏡面波浮かしの状態、刃文だけが白く浮き出てそれ以外が鏡面みたいな、あれは機械使ったりちょっと特別な薬品を使ったりしてるので、あんまり自宅でやるっていうのは、できないと思ってもらった方がいいですね。なので新品同様の感じに戻したいのであればもう依頼した方がいいです。であとはちょっと特殊ですけど、腐食による模様出しですね。鏡面にした後、例えば渋柿とかコーヒーとかコーラとか赤ワインとか、そういったのにつけてその腐食させて模様を出すっていうね手法もあるんですけど、興味ある方調べてみてください。はいという感じで、もっと深掘りするともっとねいろいろあるんですよ。具体的にじゃあどの砥石が適してるかとか、そうなってきてキリがないので、このあたりはぜひ研ぎフォトを参考にしてください。このためにねこのサイトを作ったようなものなので、自分の好みの砥石があるかだいぶ参考になるかと思います。無料でできますので、ぜひあと投稿たくさんしてほしいです。このサイトを盛り上げてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。では終わります。今回の動画少しでもいいなと思っていただきましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。